やーもうすぐクリスマスですね。そういえばマスターってクリスマスプレゼントもらったことあるんですか？もらったことあるけど、気になる気になる。ゲームだけはもらったことがない。逆に？なんでなんで？ゲームが多分好きすぎるから趣味に合わなかったら怒られるんじゃないかと思われてる可能性がありますね。サンタさんも心配性だね。ジュンさんは？俺はね、小学校1年生の時にネオジオロムっていうのがどうしても欲しかったのね。でサンタさんネオジオロムをくださいって書いて、果元に置いてたら、ネオジオロムってさ58,000円するんだよね。高いですね。絶対にもらえるわけないよね。だから雪だるまの形したチョコレートが置いてあった。可愛いよね。すごい。およしこい。いらっしゃいませ。テルロックさんと島津です。今夜のゲームはデッド・オア・アライブ6です。1人目のお客様はテルロック選手。1999年のデッド・オア・アライブ2からプレイを始め、デッド・オア・アライブフェスティバル2018ファイナルトーナメントを制覇。10年近くにわたり第一線で活躍を続ける強豪プレイヤーです。2人目は島津選手。今年彗星のごとく現れたニューヒーロー。9月に東京ゲームショウで行われたフェイタルマッチインジャパンでは並みいる強豪を抑え見事優勝を果たしました。そんなお二人にまずはデッド・オア・アライブ6の魅力を聞いていきましょう。デッド・オア・アライブの一番大きい特徴として全キャラが返し技を持ってるんですよ。格ゲーって大体攻めてる側守る側って分かれた時に、守る側ってどうやってしのぐかみたいなのって自分の番来るの待たないといけないみたいな感じが多いんですけど、その返し技をみんな持ってることによってすぐ有利不利が入れ替わるんですよね。ちょっと尖ったゲーム性なんですね。結構そうですね。でそこは独特で、でもまずデッド・オア・アライブの魅力って言われたらキャラクターじゃない？だってさ、言っちゃなんだけどさ、超エッチくない？あれいいよね。ちょっと揺れどころが。揺れどころ。あんま揺れどころって言わないけどね。揺れどころ。デッド・オア・アライブシリーズで活躍してきたテルロック選手ですが、実は意外な経歴の持ち主なんです。テルロックさんといえばもともとは海上自衛隊員だったと聞いております。その髪の毛で？なんで自衛隊に？そう気になる気になる。デッド・オア・アライブやりたいってその高校卒業してすぐ上京したんですよ。じゃあ俺はとりあえず一人で暮らしながらやりたいゲームをやろうってやってたんですけど、そんな生活も長く続くはずもなく、働かないようになっちゃうんですよ。で親からもうそんなことしててもしょうがないから一回お前は自衛隊にでも一回入れっていう親が結構とんがった親だったんで子が子なら親も親だな。お前は自衛隊に入ってなんかリセットしろみたいな。いやでもちょっといい。それででもさ、入るの大変じゃないのあれって？結構大変でした。なんでもうそれこそただのゲーマーだったんで、基礎体力作りからやって、でちゃんと入るための勉強もして、で入隊したんですよ。自衛隊内でゲームの練習ってできるの？それめっちゃ面白い。海上自衛隊の中で船に乗るのじゃなくて、どっちかというと基地のその港で入ってきた船を整備するとか、そういうのをやる側に入って、あくまでゲームはやりたいぞっていうのが見え隠れする。自衛隊のさ、でもゲーマーとかいそう。やっぱ今なんか自衛隊のガイル使いとか見たいもん。いそうじゃない？今年の東京ゲームショウで一躍脚光を浴びた島津選手。ゲーマーとしてどんなバックグラウンドを持つのでしょうか。もともと何をきっかけでデッド・アライブっていうのをやるようになったんですか？お家に3本ゲームソフトが置いてあったんですよ。その中の1本がデッドアライブ2だったんですけど、それをやってみようと思ったのがもう最初のきっかけ。それが何歳ぐらいの時なの？8歳です。早えな。早えな。でそこから、ゲームっていうかデッド・アライブをかなりやり込んだ感じですか？やり込んだのは4年ぐらい前なんですけど、前作から。その最近まで大きな大会に出てないっていう中で、その東京ゲームショウに出ようと思ったきっかけは何なんですか？東京ゲームショウに出ようと思ったというよりは大会にずっと前から出たいっていうのはあって、タイミングがあったので、出てみようと。TGS の大会見てるとその試合中に笑ってるんですよね。島津さんが大きな舞台で決勝まで来ても笑ってたんで、それはやっぱり楽しむっていうところを意識してやった。最初は意識してたんですけども、途中から本当にもう心の底から楽しんで。そりゃ強いわ。そうなかなかそういう経験がない中で大会の大舞台で普段通りというか楽しめるってすごいことですよね。でもね、この2人がまた次のワールドチャンピオンシップどうなるか分かんないなっていうのはちょっと注目だな。
今年11月日本で開催されたデッド・オア・ライブ6ワールドチャンピオンシップ。半年間にわたり北米、欧州、アジアで開催された予選を勝ち抜いた強豪14名と大会当日の予選通過者2名を合わせた計16名が世界一の座をかけて争います。I've been playing DOA since I was like 5 years old. So if it's anything DOA related, I'm going to be there. So I decided I'm pretty good at the game, so I'm like, why not? Can I compete? They're dedicated. They do their homework. Their inputs are perfect. 日本からは塩路鹿選手、フタゴン選手、フワチン選手、ケイスケ選手、タニー選手と本日のお客様テルロック選手と島津選手も参加。早速オープニングゲームに登場した島津選手はアメリカのエクスカリバー・ブレイズ選手と対戦。時折連続技をヒットさせる島津選手でしたが、エクスカリバー・ブレイズ選手の多彩な攻撃に終始圧倒され敗戦。初戦から世界一のプレイヤーと呼ばれる、エクスカリバー・ブレイズさんと、やったんですけど、自分の動きっていうのが最初ちょっと硬くて、なかなか自分の思うように試合を進めることができなくて、この悔しさをバネにまた一からやっていきたいと思います。一方テルロック選手はうまいブレイクブロー割り込む足りないさら大きい1戦目いくおっとちょっと今大会最年長選手という豊富な経験を生かしファイナルラウンドへ進出。結果は7位タイという好成績を収めました。普段動き硬くなっちゃうんで割り切って飛ばしていこうって感じのところはできたんですけど一歩及ばずでしたね。日本人選手の最高位は塩路鹿選手の3位でした。そして決勝はフードレス選手とクレイジーステディ選手のアメリカ勢対決に。決勝戦の名にふさわしいハイレベルな攻防が繰り広げられます。2段中段ほど対応している。うわーっと潰した。うわつらいブレイクブロー2対1と優勝に王手をかけて迎えた第4ラウンド。フードレス選手が勝てば優勝という場面。クレイジーステディ選手意地を見せられるか。9段2段目警戒。後ろの触るうまい。さあターンが来た一気にいく攻めるフードレスガードして無理はしないサイドバック追い詰め方がうまい。ソルセさあしかしここは浮いてここは決めに行くおーっとピピうわっとターンが来たありますよ浮いた今大会を通じて圧倒的な強さを見せつけたフードレス選手が世界一の座をつかみ取りました。My next goal is get. There's nothing to stop here, so I can get much better and better because the next person can be better than me. So I got to be much more improved than that player. 当日予選からちょっと勝ち合って本当厳しい試合が多かったんで、それをちょっと壇上までできたのは本当嬉しいです。うまく噛み合ったというか流れが良くて、3位まで上ることができて嬉しいです。世界中のゲームファンが熱狂するデッド・オア・ライブ6から今後も目が離せません。お二人はそのプレー経験ってあります？全くないです。いつかちゃんは？私はエボジャパンでちょろっと触ったぐらいです。おー、あの時。確かにここまで来ると興味出てくるよね。気になりますよね。僕にデッド・オア・ライブを教えてもらってもいいですか？終わりました。じゃあマスター行きましょう。プレイエリアで行きましょう。ということでテルロック先生と島津先生の初心者講座スタート。まずはキャラクター選び。いつかはどのキャラを選択するんでしょうか？いやもう本当にいきかちゃんが誰選ぶのか気になるんだよね。いつもの感じだとライドかザックになりそうじゃない？ザックいい人っぽいよ。ほら決まってます私の心。決まってんの？ライドなんです。合ってんじゃねえかよ。合ってる。一番エッチなこの女天狗を使う。そして歌広場は女天狗を選択しトレーニングモードへ。最初は基本操作からバツボタンでガード、
その上には四角ボタンがそして四角ボタンがパンチ、これパンその右側にある三角がキックです。三角ボタンがキックです。長いです。いいじゃんいいじゃん。短くないですか？例えばPPP とか押してるだけでこれでコンボになってるの？つながってるなります。ですね、なります。よろけてる間は全部コンボになっています。続いて主力の技を教えてもらいましょう。教えてください。ニョテングはさっきやってた PPP が強いです。これマイ PPP もめちゃくちゃ強いし、マイ PPP も強いです。マジでそいつ技強いし。PPK もPPK もあります。6PP マイ PPK もあります。ライドめっちゃお腹痛い人じゃん。めっちゃお腹痛いってかわいそう。じゃあライドの強い技も主力も教えて。ライドはパンチとキックを一緒に同時押し。そうこれが結構強くて。何？このショートアッパーみたいな。ショートアッパーみたいな。でも発生が早いんですよ。でニョテングってそんなに発生の早い技がいっぱいないんで、お互いにこうガチャガチャってなった時にそうとりあえず出すと言ってなかったボタンがもう一個あって、キックの隣に S ボタンっていうのがあるんですよ。ボタン連打するだけでコンボが出ます。もうかっこいいじゃん。ほら。かっこいい。これコンボが分かんないうちはそれ結構使うとダメージ取れます。S ボタンのコンボ。さらに体力ゲージ下にあるブレイクゲージが満タンの状態で S ボタンのコンボを発動すると最後に必殺技が出ます。とりあえず分かんない時は S ボタンを中心にこうやってきたりするだけでもとりあえずは動かせると。そうです。でさっき言った横移動っていうのが上か下を押しながら S ボタン。これ横移動がそれが軸移動になります。はいなるほど。で移動ってとそう相手のこうやって避けられないですよね。そうですね。で避けてる最中にもう一回 S ボタンを押すと今度横移動攻撃みたいなのが出るんです。これそうですよ。これが強い。それがめっちゃ強いです。めっちゃ強いです。困ったと思ったらとりあえず出した方がいいです。そうですね。これめっちゃ強いんですけど、さっき言った S ボタンの連打のコンボあるじゃないですか。あれに負けるんですよ。じゃんけんになってんだ一応。あれに負けちゃうんで。次は投げ技のレッスンです。ライドさんはどうしたんですか？ライドはちょっと難しいんですよね。それ波動拳後ろ前。今の普通の投げですか？波動拳後ろ前なの。波動拳後ろ前っていう。下前後ろ前。下前後ろ前投げ。下前後ろ前。はい。画面上のキャラクターが変な動きしてるだけだから。じゃあ俺にもなんか難しいの教えてよ。ヨテングはヨガフレーム投げが一番最大投げですね。これです。ここからあれは後に空中コンボが入るんです。そうなんですよ。空中コンボは何？それが結構テクイです。よろけた相手を浮かせて空中コンボ。この動きをマスターできると勝利が近づきます。こいつ入るかも。上か。上 P ですね。これね。はい、オッケー。上いろいろ入ります。はいもう俺締めたね。はいもううまいっすね。あれ結構難しいんですよ。結構難しいです。ハード。一番可愛いモーションが見たいんだけど。個人的に一番可愛いなと思うのは後ろ入れながらガードボタンとキックボタン同時押しですね。ライドの可愛いやつは？ライドの可愛いやつなんだろうな。後ろ斜め上。後ろ斜め上。入れながらパンチボタン。これ？頭突きです。ああそうなんだ。どう考えてもさ、違う。これの方が可愛いよね。やった。もう一瞬とか。いいぞ。よし。じゃあちょっと試しに対戦ちょっとしてみようか。一通り基本操作を教わった2人。それではバトルモードでおさらいをしていきましょう。喋り言葉がどれ？間違えた。いやでも技をね出してる方が絶対強いですよ。ほら、そう今の大事。めっちゃ減るやん。技が出てる方が強い。あ、いいですね。今ちゃんとサイドアタック使いました。あ、来た。ボタンを連打して。よっしゃい。ライドを巧みに使いこなすいつか。そしてさらに下げられない。見事勝利です。これはちょっと悔しいぞ。その後一矢報いたい歌広場でしたが、何それ。ちょっと待って、いつかちゃん強ない？強ない？頑張りました。うわ、ちょっと待って。3発目、4発目。まさかの全敗という結果に。何もできなかった。負けたんですよ僕。本気でやってたのに。いつかちゃんに勝てなかったんですよ。
このゲームはちょっといつかちゃんといつか頂上決戦やんなきゃいけないですね。これは絶対負けない。果たして歌広場のリベンジマッチは実現するのか。デッドアライブ6の魅力を存分に味わったお二人でした。デッドアライブ6テルロック選手と島津選手のエキシビションマッチです。ここからはテルロックさんと島津さんの戦いをですね見ていきたいと思うわけなんですけれども、はい、まずは意気込みをじゃあ聞いていきましょう。リベンジマッチになりますが、そうですね、はい、直前の大会で負けちゃってるんで、ここはちょっとやっとかなあかんなという感じです。はい、それでは島津さん、ここで勝って勢いをつけていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、それではエキシビションマッチテルロック VS 島津の対戦を始めていきたいと思います。始まった。はい、始まりました。まず投げを決めていくのはテルロックの霞。めっちゃ減ってる。壁をなどうまくもうなんか半分減ったんだけど、ということで非常に一回こう読み勝つと大きなダメージが出るいいようになってます。かっこいい。技が好きでした。ゲーム的には非常にその展開が早い、連携がすごい豊富なんで、そこに対していったその霞返し技でこう取るかどうか。今なんか当て身っぽいの、あれが返しなのかな。序盤から巧みな連携を繰り出し、まずはテルロック選手が勝利。続いて第2ラウンド。ホールドと言われているテクニックで相手のその上段、中段、下段それぞれにその対応したホールド技があって、特に中段はパンチとキックをちゃんと読まないといけないっていうのが難しいところですね。なるほど。今さりげなく下段投げ抜けみたいなのしてた。下段投げですね。このゲームその技で一番速いのが投げ技で、相手の隙を捉えるときやっぱ投げが一番強いんですよ。それをうまく決めてきましたね。ここも投げを決めていくのはテルロック。そしてこの太陽ゲージの下の紫のゲージ、これを使うと強力な技を使えるんですが、どこで使っていくか。ここも投げ反撃でしょうか。そしておっとうまい、ここでブレイクブロー、ゲージを使ったそこに対してブレイクホールド、これはブレイクブローでよろけたところはブレイクブローを使うことで全ての技を返せるっていう返し技をね、ゲージを使って決めてきました。体力差ほとんどない。ただゲージ状況は若干しますが、背後投げにつないでいきます。テルロック2ラウンド連取。途中劣勢となるも終盤冷静に攻撃を決めたテルロック選手が連勝。島津選手反撃なるか。これはでもいい試合だ。おっとここでホールド、相手の攻撃を読み切って島津がダメージに変えていく。そして連続技。このゲーム起き上がりのね蹴りがすごい強くてですね、起き攻めがすごい難しいんですね。ダウンしてる方がむしろ有利と言えるような。起き蹴りも何パターンかあったりするの？下段中段と下段ですね。多分無敵、ほぼ無敵なんでその反撃がすごい難しい。ここは壁を使った投げ、一気にテルロックが有利な状況を作っていくぞ。どうする？下段有気を奪って壁やられダメージされて、こう一旦距離取りますからの攻め、中段キック読み合っていく。このようによろけたところに連続読み合いを制し起死回生の連続技を決めた島津選手。ここから勢いに乗りたいところですが、果たして狙っていくんですけど、よろけた状態でもホールドを使えるんですよ。だから常に読み合いになってるんですね。さっき一番最初に言ってたこのゲーム特有のやつなんですね。横からよろけさせて中段キック浮かしていく。すごいダメージが出ています。すごいダメージが出ている。そしてさらにブレイクブローから全部のゲージを使ってダメージを稼いでいきます。一気にテルロックが有利。しゃがんでいる。投げ残っている。どうなる。下段ガードして投げ。さあ島津どうする。もうないぞ体力。下段から浮かしていく。さらにそうゲージが相手ないんで、このブレイクブローからのコンボがつながるんだが、起き蹴りコンボがミスになってしまった。島津選手の猛攻を受けるも終始落ち着いていたテルロック選手。最後は左足一閃、見事勝利です。勝者テルロック。すごい。それではまずは勝利したテルロックさんいかがでしたか？結構このステージが割と地味めなステージだったんで、なるべくステージのあるものを使った戦い方をしたいなと思ってたんで、なるほど、ちょっと意識してくれてる。それができたんですごい良かったです。まあそのままそれがイコールダメージにつながるゲームなんで、そこはちょっと見せれて良かったかなと思います。そして島津さんいかがでしたか？あいねって中距離のキャラクターなんですけど、ちょっと中距離を維持することができなくて、近距離で攻め込まれてそのまま流れで持っていかれてしまったなという印象でしたね。なるほど。いや、いい戦いだった。ありがとうございました。ありがとうございます。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。エボジャパン2020に出場するといういつか。
これまでさまざまなレッスンを受けてきましたが、今回の先生は絶賛ストリートファイター5をちょっと練習中なので、はい、結構やってるみたいで、そうなんですよ、はい、そうぜひねアドバイスをいただけたらなと思いまして、全然自分でよければ。ということで今週はいつか憧れの板橋ザンギエフ先生に教えていただきます。まずはコンピューター対戦で今のいつかの実力をチェック。これは下の時はしゃがみが、そうそう、ナイスガード、ナイスガード。ちょっと踏まないでほしい。回したかったのに。レバーの持ち方を変えたといういつか、ちょっと技の入力に苦戦しているようです。違うそういいよ。変わったシチュエーション。ああいうシーンなんだ。なかなか見えない。来た。惜しい。惜しい。今ね成功してれば。違う。これはやめてほしい。ネモさんインストールじゃないこれ。今の戦いを板橋ザンギエフ先生はどう見たのでしょう。自分が今思ったのは、地上の通常技をこう使うっていうのを今回覚えてもらえたらいいなと思って、板橋ザンギエフ先生のレッスンは通常技を使った地上の立ち回り。中でもザンギエフにはメインとなる攻撃があるそうです。タチ中パンチ、こういうチョップが出るんで、結構ね主力技なんですよ、タチ中パンチが。これを使えるだけでも、1Z の戦闘力が5倍ぐらい上がるんですね。はい。ザンギエフの地上での戦いはタチ中パンチを軸に攻めるべし。タッチ中パンチをしてもらっていいですか。これなんですよ。なるほど。これ今ザンギエフすごい強い技、主力技なんで、まあまあ長い割に、結構振りが少ないんですよね。だから結構気軽にこう触っていける技で。歩きながらさ、いいですね。歩きながら出してるんだけど、そうなんですよ。そうなんです。格闘ゲームって結構必殺技に目が行きがちなんですけど、結構むしろ大事なのは通常技で、通常技をしっかり使えるようになってくると、こう地上戦の面白さっていうのが少しずつ理解できるんじゃないかなと思ってて。でタッチ中パンチでさ、相手がガードを固めてくるわけじゃないですか。そこを投げるっていう。しっかり地上を制圧すると、相手の隙を見つけてどっかでこう投げを決めるっていうのが結構ザンギエフのセオリーの一つなんで、そのためにもこう通常技を使えたらいいなと思います。わかりました。ありがとうございます。今週のレッスンはタチ中パンチを使った立ち回り。実戦でも使いこなせるように練習あるのみ。頑張れいつか。ということでデッド・ア・ライブ6をやってきたわけですけれども、潤くんに感想を聞いていきましょうか。いやもう一言ですね、俺はニョテング1本でいく。1本でいってください。じゃあいつかちゃんどうでしたか。じゃあライドちゃん1本でいきます。ライドちゃんって言わないんだよ。そしてテルロックさんいかがでしたか。デッド・ア・ライブのいいところというか、広く見てもらえたのかなという、それはすごい良かったなと思います。島田さんいかがでしたか。はい、デッド・ア・ライブ、マイナーな位置にはいるのかなとは思うんですけれども、いろんな人に知ってもらえたらなとは思います。本日のお客様はテルロックさんと島田さんでした。ありがとうございました。次回はギルティギアエグザードレブ2、尾水選手、サミット選手がご来店。お楽しみに。